万寿と図子王。ある町の近くを珍しい旅人が歩いていました。若い母親と14歳の女の子、12歳の男の子、そして女中。歩いて旅行することに慣れていない高貴な人たちです。女中が子供たちに言いました。さあ、もうすぐ町に着きますよ。今晩は宿に泊まれるでしょう。昨日の晩は初めての野宿で、みんなよく眠れませんでした。父様がいる九州はまだ遠いのですか？男の子が聞きました。ええ、まだまだ遠いですよ。だから毎日頑張って歩かないといけませんよ。と母親が答えました。町から女が歩いてきました。女中が声をかけました。この近くに宿はありませんか？女は気の毒そうに家族を見ました。この町には今、旅人が泊まれる場所はありません。最近人さらいが多くて、知らない人を泊めてはいけないという決まりになったんです。あの橋のところに立て札が見えるでしょ？あれに書いてありますよ。家族と女中はがっかりしました。じゃあ、私たちはどうしたらいいでしょうか？女中が聞くと、女は困った顔をしました。そうですね。あの橋の下だったら大丈夫だと思います。子供たちが遊びで掘った洞穴があります。その中なら少しは寝られるかもしれません。私の家に泊めてあげることはできませんが、後で藁を持ってきてあげてもいいですよ。そうですか。ではお願いします。4人の旅人は橋のところへ行って立て札を見ました。確かに女が言った通りのことが書いてありました。橋の下の洞穴を見つけて、そこに入って晩ご飯の用意をしていると、40歳くらいの痩せた男が来ました。こんなところで何をしているんですか？もしかして泊まる宿がないんですか？じゃあ、うちへ来ませんか？私のうちは街道からちょっと遠いところにあるから、役人が来ないんですよ。心配しないでください。私は今までこうやってたくさんの旅人を助けてあげたんです。さあ、そんな冷たいものを食べないで、うちへ来て温かいものを食べてください。母親は驚きましたが、親切な人だと思いました。それでみんなで男についていきました。男のうちで温かいものを食べながら、母親は自分たちの事情を話しました。夫は東北の高官だったが、上司の不正を暴いて九州に左遷されて、もう何年も連絡がない。みんなで探しに行こうと出発したが、陸を行けばいいのか、海を行けばいいのかもわからない。どうしたらいいでしょうかと、母親は男に聞きました。もちろん、船で行った方がいい。と、男は嬉しそうに言いました。実は、私は船乗りなんです。明日の朝早くに出るから、乗せてあげますよ。次の日の朝、みんな早く起きて男の船に乗りました。しかし、女中は
嫌な予感がしていました。しばらく海を進んでいると、小さい船が2艘見えました。男はその船の船頭たちに合図しました。それから振り返って家族と女中に言いました。仲間の船です。ここからは2人ずつに分かれて乗ってください。船は軽い方が早いですからね。それで子供2人が一緒の船に、母親と女中が一緒の船に乗り換えました。そこでようやく母親も嫌な予感がしました。この船とあの船は同じ港に着くのでしょうね。そんなことは知らないよ。俺の仕事はここまでだ。男は小さい船の船頭たちから金をもらいながら笑いました。彼らは人さらいだったのです。子供たちの船は南へ、母親と女中の船は北へ進みました。遠くなる子供たちを見て、母親は悲鳴を上げました。アンジュ、ズシオウ。アンジュは娘の名前、ズシオウは息子の名前です。母様、母様。子供たちも泣きました。しかし、船はどんどん遠くなります。そして、とうとう見えなくなってしまいました。女中が船頭にすがりました。お願いです。今すぐ船を戻してください。奥様も私も、お子様たちがいなかったら生きていけません。うるさいと船頭は女中を蹴り倒しました。女中は弱々しく起き上がりました。本当に私はもう生きていけません。さようなら、奥様。そう言って女中は海に飛び込みました。船頭が慌てて手を伸ばしましたが、間に合いませんでした。私もと言って母親もすぐに飛び込もうとしました。しかし船頭に捕まりました。金を払ったんだ。お前は死なせない。船頭は母親を縄で縛って北へ北へと船を進めました。子供たちはずっと泣いていました。何も食べないで何も飲みませんでした。それで人飼いたちはみんな、この子たちは弱っている。すぐ死にそうだ。と言って飼いませんでした。それで船頭は仕方なく二人を丹後の三正太夫のところへ連れて行きました。三正太夫は生きている人間なら誰でも買う人飼いです。船頭が二人を連れて行くと、三正太夫はすぐに金を払いました。しかし、弱々しい子供たちだ。何に使ったらいいか。三正太夫が独り言を言うと、三男の三郎が答えました。親父、ここでの初めての仕事は、男は芝刈り、女は仕送りと決まっている。病人でも子供でも考えてやる必要はない。それで次の日からズシオウは山で、アンジュは海で働かなければなりませんでした。
屋敷には二人と同じように買われた人たちがたくさんいました。兄弟はそれまで働いたことがありませんでしたが、彼らが親切に仕事の仕方を教えてくれましたから、だんだんできるようになりました。働きながら、アンジュは弟のことを思って、ズシオウは姉のことを思いました。働く場所は違いましたが、食事は男も女も同じ部屋でした。それでアンジュとズシオウは食事の時に話すことができました。奴隷の監視役は三正太夫の次男、次郎でした。次郎は他の息子たちより優しくて、二人にこう言いました。お前たちの母親がいる佐渡も、父親がいる九州も、とても遠い。子供がそんなところまで行くのは無理だ。ここから逃げるのは大人になってからの方がいい。それもそうだとアンジュは思いました。それに、二人一緒に逃げるのも難しいでしょう。アンジュは弟に言いました。ズシオウ、あなたが先に逃げなさい。九州へ行って、父様を見つけて、どうしたらいいか聞くのです。それから、二人で佐渡の母様を助けに行くのよ。ズシオウはびっくりしました。でも、それじゃ姉様が。お前たち、逃げる気だな。三郎が聞いていました。二人は真っ青になって震えました。逃げようとした者には、焼き印を押すのが決まりだ。焼けて赤くなった鉄を、お前たちの額に押し付けてやるぞ。三郎は二人に近づきました。アンジュが慌てて言いました。いえ、ここから逃げる話じゃありません。夢の話をしていたんです。鳥になって空を飛びたいとか、そういう話です。そうですよ。私と姉はよく夢の話をするんです。ズシオウも話を合わせました。三郎は二人をじろじろ見てから、逃げようとしたら、わかっているな。と言って去っていきました。その晩、ズシオウはなかなか眠れませんでした。夜中、ズシオウは腕をつかまれて目が覚めました。三郎でした。三郎はズシオウを広間に連れて行きました。広間には大勢の人がいました。三郎はズシオウの体を押さえつけると、真っ赤に焼けた鉄をその額に押しつけました。皮膚が焼けて激痛が走りました。それから三郎はズシオウを外に投げました。雪が降っていました。隣には同じように額に焼き印を押されたアンジュがいました。ズシオウは泣きながら言いました。姉様、姉様、早く仏様を出して。アンジュは両親にもらった仏像を肌身離さず持っていました。その時も持っていましたから、急いで袋から出しました。そして二人でその仏像にお祈りしました。すると、額の痛みが消えました。触ってみると、傷もありません。きれいな額です。驚いたところで、ズシオウは
目が覚めました。夢だった。隣を見るとアンジュも起きていて、驚いた顔をしていました。アンジュもズシ王と同じ夢を見たのです。アンジュが仏像を袋から出してみると、その額にははっきりと焼き印と同じ傷がついていました。その日からアンジュは変わりました。決意したような顔で何も言わなくなりました。ズシ王は心配しました。そして寂しいと思いました。自分はまだ子供なのに、姉だけ大人になったように感じました。冬になると雪が降って外に出られないので、みんな家の中で仕事をしました。アンジュもズシ王も仕事が上手になって、他の奴隷たちとも友達になりました。アンジュはズシ王とは話しませんでしたが、近くに住んでいる貧しい親に売られたという女のことはよく話していました。ズシ王は少し安心しました。春が来て暖かくなると、また外の仕事が始まりました。アンジュはジローに言いました。私は弟とずっと一緒にいたいです。私も山へ行かせてください。ズシ王は驚きました。どうして自分に何も言わないで、そんなことを急にジローに頼むのかと不思議に思いました。ジローは父親と兄弟に相談してからアンジュに言いました。三郎が山へ行くなら男のように髪を切れと言っている。髪を切っても構わないか。この時代、女の髪は命より大切だと考えられていましたから、ズシ王は泣きたくなりました。しかし、アンジュは嬉しそうに答えました。もちろん構いません。どうぞ、切ってください。長くてきれいなアンジュの髪は、ばっさりと切られました。次の日、アンジュは男たちと一緒に山へ行きました。ズシ王は髪が短くなった姉をまっすぐ見ることができませんでした。姉が何を考えているのか全然わからなくて、寂しくて悲しくて仕方がありませんでした。それで二人だけになってから聞きました。姉様、何を考えているのですか？教えてください。どうして何も言ってくれないのですか？しかし、アンジュは微笑んだだけで何も答えませんでした。ズシ王の手を引いて、どんどん山を登りました。山頂近くまで登ると、遠くに寺が見えました。ズシ王。ようやくアンジュが止まりました。あなたはもう仕事をしなくてもいい。あの寺へ行きなさい。寺の人に助けてもらって、都へ行くのです。ここから佐渡へ行くのも、九州へ行くのも、子供には難しい。でも、都は人が多い。本当に親切な人を見つけて、助けを求めるのです。佐渡の母様と九州の父様のことを考えるのは、その後にしましょう。さあ、仕事の道具は捨てて、急いで。でも、姉様はどうするんですか？ズシ王は泣きました。
私のことは心配しないで。寿司を。父様と母様を見つけたら、その後で三人で一緒に私を助けに来て。でも、私だけがいなくなったら、三郎たちは絶対姉様にひどいことをする。寿司王は夢で額を焼かれたことを思い出しました。いいんです。私は我慢します。あなたの分も働きます。だから、寿司王、絶対に私を助けに来てね。これを持って行って。姉は弟に仏像を渡しました。これを私だと思って大切にして。でも、姉様にもお守りが必要です。いいえ、私はいいんです。あなたの方が危ないことをするのよ。お願い、持って行って。わかりました。姉様。では、父様と母様を見つけて、必ず助けに来ます。それまで、どうか、無事でいてください。寿司王は寺に向かって走りました。数日後、寺から僧と小僧が出てきて都へ向かいました。小僧は頭を剃った寿司王でした。お前の姉さんは残念なことだった。と僧が歩きながら言いました。どういう意味ですか？寿司王が聞くと、僧は答えました。お前が寺へ来た日の夕方、三正太夫たちが山を探したが、彼女を見つけることはできなかった。代わりに、揃えた靴が沼の縁で見つかったそうだ。捕まって拷問される前に、沼に身を投げたようだ。寿司王は歩きながら静かに泣きました。都に着いた二人は清水寺に泊まりました。次の日の朝、目が覚めると、寿司王の前に立派な服を着た男の人がいました。お前は誰の子だ？どこから来た？その人が聞きました。寿司王は驚きましたが、正直に答えました。すると、男の人はほっとした顔で言いました。私は梅津の中将という。子供に恵まれないので、養子をもらおうと思っている。それで、いい子が見つかるように仏様にお祈りをしていたんだが、昨日、夢を見た。清水寺にいる男の子を養子にする夢だ。それで来てみたら、お前がいた。お前は家柄もいいし、性格も良さそうだ。どうだ、私の養子にならないか？そうも勧めたので、寿司王は喜んで中将の養子になりました。中将が九州に人を送って調べると、寿司王たちの父親は数年前に亡くなっていました。寿司王はとても悲しみました。それから寿司王は中将の息子として一生懸命頑張って出世しました。やがて帝にも認められて、かつて父親が管理していた東北の領地をもらいました。しかし寿司王はそれを断って丹後守になりました。三正太夫がいる丹後です。寿司王は
すぐに丹後での人身売買を禁止しました。三正太夫と三郎を捕まえて処刑して、それから姉の供養のために彼女の靴が見つかった沼の淵に尼寺を建てました。それらが全部終わると、図子王は母親を探しに佐渡へ行きました。佐渡の役人に調べさせましたが、母親はなかなか見つかりませんでした。父様は死んでいた。姉様は私を逃がすために自ら死を選んだ。この上、母様が見つからなかったら、私はどうしたらいいのか。図子王は一人でふらふらと佐渡の浜辺を歩きました。役人に調べさせるのがダメなのか。私自身が一生懸命探さないから、仏様は母様に会わせてくれないのか。独り言を言いながら歩いていると、大きい家がありました。古くて汚い服を着た老婆が、庭で長い竿を揺らしていました。老婆の前には粟がたくさん干してあります。鳥が来て食べてしまうので、竿を揺らして鳥を追い払っているのです。しかし、老婆は目が見えないようで、鳥がいなくても竿を揺らしていました。しばらく見ていると、子供たちが来て、老婆を叩いたり蹴ったりしました。老婆は子供たちを追い払おうと、竿を振ったり腕を伸ばしたりしますが、どれも見当違いの方向です。子供たちは老婆をバカにして笑いました。やがて子供たちは飽きてどこかへ行ってしまいました。老婆は弱々しく座り直すと、何かブツブツと言い始めました。図子王はなぜかその声が気になりました。よく聞くと、それは歌でした。あんじゅ恋しいほやれほ、図子王恋しいほやれほ、泣いてつぶれたこの目でも、一目会いたいほやれほ。図子王は驚いて息が止まりました。夢中で老婆の前に駆け寄ってひざまずいて仏像を額に当てて泣きました。老婆は何か大きいものが泡を散らしたことに気がついて歌うのをやめました。見えない目をじっと図子王の方に向けていました。やがて老婆の乾いた目にも涙があふれました。図子王！二人はぴったりと抱き合いました。